今日が56日目なのだ。56日間ホルムズ海峡をタンカーが通れていないのだ。日本の石油備蓄は法定で90日分あるとされているけど、実は民間在庫を含めると実質70日を切っている試算もあるのだ。つまりこのまま封鎖が続けばあと2週間で X デーが見えてくるのだ。ちょっと待って、2週間で X デーって本当に？日本って備蓄90日分あるって聞いてたけど、実質70日を切るってどういう計算なの？今日はそこを丸ごと解説するのだ。なぜ停戦が進まないのか、二重封鎖の構造、そしてイングランド銀行が株価は高すぎると警告した本当の意味、最後に日本人の NISA や光熱費への直撃資産まで全部話すのだ。まず今日の戦況から確認するのだ。まず経緯を抑えるのだ。今年2月28日、アメリカとイスラエルがイランへの大規模攻撃を開始したのだ。トランプはイランの核施設と政権中枢を叩くと宣言し、冷戦後最大規模の中東展開をやったのだ。それから56日が経った今もホルムズ海峡は二重封鎖されたままなのだ。二重封鎖って聞くけど、アメリカ側とイラン側で別々に封鎖してるってこと？それって普通の封鎖より解除が難しいってことじゃない？その通りなのだ。アメリカ海軍はイラン向け積み荷のタンカーを封鎖している。一方イランの革命防衛隊はアメリカがイラン港への封鎖を解除するまで海峡を通過させないと宣言しているのだ。どちらかが先に動かないと解除されないチキンゲームなのだ。フランス24によると、4月17日にイランが一旦再開を宣言したのに翌日には撤回するという事態まで起きているのだ。ここで重要な歴史的文脈を入れるのだ。実はホルムズ海峡が完全封鎖されたことは1980年代のイラン・イラク戦争でもなかったのだ。当時もタンカー戦争と呼ばれる攻撃はあったが、通行は続いた。今回は史上初の本格的な二重封鎖なのだ。国際エネルギー機関が史上最大のエネルギーショックと呼んでいるのはそういう意味なのだ。1980年代でもなかった完全封鎖が今回初めて起きてるのね。しかも56日も続いてる。それなのにトランプはなぜ順調だみたいなことを言えるのかしら。外から見てると全然解決してないように見えるんだけど。それがこの戦争の一番厄介な構造なのだ。トランプは国内向けに戦略的勝利を演出しなければならない。でも実際は経済的打撃がどんどん大きくなっていて早く抜け出したいのだ。NACIN によると、イラン議会議長は脅しの影の下では交渉しないと明言しているのだ。つまりイラン側は交渉するならまず軍事圧力をやめろという立場なのだ。ここが深い点なのだ。フランス24と L・パイスの報道を比較すると見え方が全然違うのだ。フランス24はトランプが泥沼にはまり時間がイランに味方しているという論調。一方 L・パイスは停戦交渉の第2ラウンドへの期待が高まっていると比較的楽観的なのだ。同じ事実を報じてもメディアの地域性でここまで解釈が変わるのが地政学報道の面白さなのだ。例えで言うと、チキンゲームってどんな状況？向き合ってる2台の車がどちらも相手が先に曲がるだろうと思いながらアクセルを踏んでるみたいな感じかしら。でもそれ、どっちが先に燃料切れするかで湿りが決まるわよね。まさにそのイメージなのだ。ただし今回は車のスピードが非対称なのだ。アメリカ側の車はガソリン代が上がるにつれてアクセルが重くなる。でもイラン側の車はすでに経済制裁で傷んでいて、これ以上悪くならないと思っている部分があるのだ。どうせ悪い状況なら時間を稼いで相手が折れるのを待て。それがイランの計算なのだ。実際4月21日にトランプは停戦を無期限延長すると一方的に宣言したのだ。パキスタンの調停で交渉を続けるためだけど、その同じ日に米海軍がイランの貨物船を攻撃し、イランも海峡で船を砲撃しているのだ。停戦しながら撃ち合うという矛盾した状況が続いているのだ。それ構造的に解決できないんじゃないの？停戦と言いながら軍事衝突が起きてたら、交渉のテーブルにつく信頼関係そもそも成立しないんじゃないかしら。パキスタンの調停に頼るしかない現実も、かなり厳しい状況を物語ってるわ。日本への具体的な計算、気になるわ。ここまでの話をまとめると、ホルムズ海峡は56日間の二重封鎖が続いていて、停戦延長が宣言されても実態は打ち合いが続いているのだ。ここからは、この封鎖が日本人の資産と生活コストにどう直撃するかを具体的な数字で見るのだ。まず日本の備蓄問題なのだ。経済産業省の公式発表では国家備蓄90日分だが、実際は国家備蓄と民間備蓄を合計した実効備蓄日数で計算すると、現在の消費ペースでは70日を下回るという試算が業界筋から出ているのだ。4月24日時点で56日経過。理論上は残り2週間前後で X デーのカウントダウンが始まる計算なのだ。2週間って、経ったわ。
それってガソリンスタンドに並ぶとか、計画停電とか、そういうレベルの話になってくるの？さすがにそれはひどいぜ。実は X で即ガスかけではないのだ。日本はホルムズ経由以外にもロシア、アメリカ、オーストラリアからの代替ルートを必死に確保しようとしているのだ。ただしコストが跳ね上がるのだ。代替ルートの原油コストは通常比で30、40% 高くなると業界では言われていて、その差額が電力、ガス、ガソリンの値上げとして家庭に転嫁されるのだ。具体的に計算するのだ。電気代に換算すると、代替ルートで原油 30% 高なら標準家庭の電気代は月2100円前後の上昇になる試算なのだ。これが3ヶ月続くと1家庭あたり約6300円の追加負担なのだ。さらに NISA で S&P500 に100万円を入れていた場合、封鎖が続けば中東リスクが米国株全体を 8% 押し下げるシナリオもあり、含み損が最大8万円近くになる可能性があるのだ。ちょっと逆の見方もできるんじゃないかしら。日本って長年エネルギー多様化を言い続けてたけど、今回の危機でようやく本気で再生可能エネルギーや原子力の再稼働に踏み切る政治的な意思が生まれるかもしれない。皮肉な話だけど、この封鎖が転換のトリガーになる可能性もあるんじゃない？それは、意思点なのだ。実際、2011年の東日本大震災後に太陽光の普及が一気に加速したのと同じ構造なのだ。ただ短期的には痛みが先に来るのだ。ここに、もう一つの連鎖爆弾が加わるのだ。それがイングランド銀行の警告なのだ。BBC とガーディアンによると、イングランド銀行の副総裁サラ・ブリーデンが4月24日に、株式市場は高すぎる、どこかで調整が起きる、と公言したのだ。彼女が夜も眠れないと言った理由は3つの爆弾が同時に点火するシナリオなのだ。1つ目が中東エネルギーショック。2つ目が AI 関連株の過大評価修正。3つ目がプライベートクレジット市場の崩壊なのだ。プライベートクレジットって聞き慣れないかもしれないのだ。簡単に言えば、銀行ではない投資ファンドが企業に貸し付けるお金のことなのだ。過去15、20年で 2.5 兆ドル、日本円で約370兆円まで膨らんだのに、これまで大きな支援を受けたことがないのだ。ちょうど2008年のリーマン前夜、誰も住宅ローン担保証券が怖いと思っていなかった頃に似ているのだ。動画の冒頭で、56日目、備蓄 X デーまで2週間、という数字を出したのだ。あの数字は単なる脅しじゃないのだ。エネルギーショック、プライベートクレジット崩壊、AI 株下落の3つが連鎖すれば、日本の NISA で積み立てているお金が8万円どころか、もっと大きな打撃を受けるシナリオがあるのだ。これが僕の正直な見立てなのだ。では、今後3ヶ月のシナリオを2つ示すのだ。シナリオ A は、パキスタン調停が1ヶ月以内に機能して条件付き海峡再開。ケース。この場合、原油価格は10、15% 下落し、電気代の上昇は限定的になるのだ。NISA 資産の含み損も回復する。シナリオ B は、交渉決裂で封鎖が3ヶ月を超える。ケース。家庭の光熱費が年間最大4万円以上増加。NISA 資産の大幅下落という総打ちになるのだ。分岐点が1ヶ月以内って、そんなに早く決まるの？シナリオ B の方が現実的な気がするのよ。停戦しながら打ち合う状況が続いてるって、信頼関係がゼロじゃない。今の状況でパキスタン調停がうまいくイメージ、あなたはどのくらいあると思う？正直に言うのだ。僕はシナリオ B の確率の方が高いと見ているのだ。理由は3つ。イランは時間が味方だと計算している。トランプは国内圧力で焦っているが強硬姿勢を崩せない。そして信頼関係を支える外交チャンネルが今の米イラン間に実質的に存在しないのだ。コメント欄でぜひ教えてほしいのだ。1ヶ月後に海峡が再開する。か、まだ封鎖続く。か、あなたの予想を一言で教えてほしいのだ。毎週金曜日は地政学ウィークリーでお届けするのだ。来週も最前線の情報を持ってくるのだ。今日のまとめなのだ。ホルムズ海峡56日封鎖は史上初の二重封鎖で、日本の備蓄は実質残り2週間の水準に近づいているのだ。代替調達コストが家庭の光熱費を月2100円押し上げ、イングランド銀行が警告する3つの爆弾との連鎖リスクも見逃せないのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースをわかりやすく解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してくれると、ずんだもんがひたすら晴れるのだ。次回は来週金曜、地政学ウィークリーで続報をお届けするのだ。ではまたなのだ。